決勝まであと1試合。これまでのどの試合よりも上を行くんだ。歴史を作り、このワールドカップを勝ち取る時が来たぞ。ケイン、今夜はバロンドールへ大きく近づくチャンスだ。ゴールを決めてイングランドを勝利へ導き、忘れられない夜にしてくれ。必ず故郷へ持ち帰れ。俺は2002年のワールドカップからずっとイングランドを応援してきた。2018年はあと一歩だったし、あの時の悔しさは今でも忘れていない。1966年から2026年、これはみんなのための一戦だよ。さあ行くぞ。勇気と情熱と誇りを持って戦ってくれ。一瞬一瞬に心を込めて2026年の歴史と俺たちが一生忘れない伝説を作ろう。何が起きても私たちは最後まで君たちの後ろについている。生きてきた中でこれほど代表を誇りに思ったことはない。結果がどうなろうと、このイングランド代表を心から誇りに思う。最後まで全員がお前たちについているぞ。このチームもサポーターもこの国全体も報われるべきだ。トロフィーを故郷へ持ち帰ってメッシを敗退させてくれ。その魂に従って突き進め。そして叫べ。ハリーとイングランドと聖ジョージに神のご加護を。何が起きても持てる力を全部出してくれ。私は最後までずっと見届けるよ。頼むから今日は勝たせてくれ。お願いだ。アルゼンチンを倒させてくれ。今日はアルゼンチンを家に帰す日だ。全身全霊で戦ってあの FIFA のチームを敗退させてくれ。もうみんなあいつらにはうんざりなんだ。ケイン、何日も飯を食ってないみたいなプレーだけは勘弁してくれよ。この試合がどれだけ大事か分かってるだろ。頼むぞ。選手たちは文字通り世界中がアルゼンチンを倒してくれと期待していることを分かってるのかな。急にいろんな国から応援されて混乱してそうだな。今年こそ俺たちの年だ。60年間の苦しみに終止符を打とう。歴代最高のイングランド代表として名を刻め。今こそその時だ。理想論に合わせるんじゃなく、イングランドの長所を生かして戦ってくれ。本当に今日はいつものイングランドじゃなく本気のイングランドが現れてほしい。この勝利が必要なんだ。今日は俺の誕生日なんだ。イングランドが決勝へ進んでくれたら最高のプレゼントになる。野郎ども、カップはイングランドのものだ。スリーライオンズに幸運を。今日は信じ続けてきた全員にとって最高の日になるぞ。今日の試合で今年いっぱいの私の機嫌が決まる。ケインとベリンガムは世界最高のコンビだ。伝説になるチャンスだ。俺たちはお前たちと一緒だぞ。2026年のワールドカップはお前たちのものだ。野郎ども、さあ行くぞイングランド。今夜勝てばこの大会を全部勝ちきれる。俺は信じてるぞ。相手が誰であろうと敬意だけは忘れるなよ。俺たちならやれる。このチームなら絶対にやれる。世界に見せつける時が来た。このチームは決勝へ行く気がしてならない。歴史を書き換えようぜね。2つ目の星を取りに行こう。今やるか永遠に後悔するかだ。今年こそ俺たちの年だ。全員完全にスイッチが入ってるぞ。さあやってやろうぜ。ショータイムだ。イングランド、まだ帰ってくるんじゃねえぞ。帰る時はフットボールを故郷へ持ち帰ってこい。必ず故郷へ持ち帰れ。トロフィーを故郷へ持ち帰ってくれ。フットボールが帰ってくるぞ野郎ども。イングランド対アルゼンチンと FIFA とシステム全部だな。そんな奴らにトロフィーを絶対に譲るな。審判には気をつけろよ。手遅れになる前に主審を変えてくれ。野郎ども、 VAR 全チンにどっちが格上か見せつけてやれ。頼む、今夜は勝って VAR 全チンを家に返してやれ。この大会でやるべきことは一つだけだ。 FIFA に守られたアルゼンチンを敗退させろ。フットボールを作ったのは俺たちだ。今度は俺たちがフットボールを救う番だ。さあ行くよ、スリーライオンズ。身分も境遇も今日はそんなの関係ない。この空気本当に最高だ。お前たちが生み出してるんだぞ。行くぞアルゼンチン。守備を突破不可能な壁にしてクティとリチャが全てのボールに食らいつけるようにしてくれ。守護神の両手にはあの神聖な魔法を残してくれ。スカローニが正しい瞬間に交代カードを切れますように。今日は国民全員で戦う。今日は全員が一つだ。家で見る人は祈って代表を守ってくれ。相手を罵るためにエネルギーを使うな。その力を全てアルゼンチンを守るために使え。俺たちこそが代表を守る盾だ。常に誇りと尊厳を持ち、ユニフォームと祖国への愛を胸に戦えますように。今日は絶対に勝ちたい。メッシがボールを受けるたびに相手選手全員が襲いかかるような状況を許すな。毎回4人に囲まれるなんてありえないだろう。どれだけ苦しくても最後の喜びを私たちのものにするために戦い続けなきゃならない。努力と犠牲を積み重ねれば必ず成功にたどり着ける。結果がどうなっても俺たちはずっと感謝してる。お前たちはアルゼンチン国民みんなを何度も幸せにしてくれた。
今日は全てをかけて戦おう。ゴードンをしっかり抑えろ。あいつがベリンガムとケインにボールを供給してる。アルゼンチンの右サイドバックは本当に気をつけなきゃダメだぞ。今日何が起きてもお前たちは俺たちを十分すぎるほど幸せにしてくれた。これからもずっと一緒だ。行くぞアルゼンチン。イングランドの10番と7番にはそれぞれ2人ずつマンマークをつけてほしい。私たちならイングランドに勝てる。アルゼンチン、もう一度世界王者になろう。4つ目の星が欲しい。ワールドカップを連覇したいんだ。私たちがワールドカップで優勝したのは1978年、1986年、2022年、全部偶数年だ。4年に一度だから絶対偶数になるんじゃないの？日本がワールドカップ出場を最初に決めた大会は4回目の優勝国が誕生している。今回も日本が最初に出場を決めている。外国の人たちが私たちを応援してくれてるのを見ると本当に嬉しい。心からありがとう。今日はいつも以上に全てをかけて戦え。これはただの1試合じゃない。俺たちの記憶だ。マルビナスはアルゼンチンのものだ。全員で同じ方向を向こう。私の命そのものの代表よ。不吉な流れは打ち消した。今まで以上に私は信じるぞ。いい空気と信念と栄光を胸にピッチへ出よう。いつだって神様と一緒だ。行くぞアルゼンチン。行くぞアルゼンチン。自信を持て。そのユニフォームの重みに負けず全てを出し切れ。信じてるぞ。行くぞみんな。全員一緒だ。夢はまだ何一つ壊れてない。俺たちはお前たちを信じてる。神様が今日もそしてこれからもお前たちを祝福し導いてくれますように。行くぞアルゼンチン。行くぞ代表。今日は何が何でも魂と心と命をかけろ。行くぞアルゼンチン代表。今日はいつも以上に全員で戦い、さらに先へ進もう。アルゼンチンのサッカーは説明するものじゃない。心で感じるものなんだ。行くぞアルゼンチン。この野郎。闘志むき出しでピッチに出ていけ。今日俺の心臓が90分間持ってくれますように。お前ら栄光をつかみに行こう。ピッチに全てを置いてこい。マルビナスのために、ディエゴのために、そしてリオの最後の大会のために。みんなもう一度私たちに喜びをプレゼントしてくれ。愛してるよ。ただただありがとうアルゼンチン。アルゼンチン人であることを誇りに思う。行くぞお前ら。みんな興奮しすぎてどうにかなりそうだ。一睡もできなかった。もう限界だ。信じてるぞアルゼンチン。私の精神状態を守るためにも絶対に勝ってくれ。夢をつかみに行くぞアルゼンチン。俺は信じる。いつだって信じるぞ。天国にいる聖ディエゴよ。今日はいつも以上に私たちを空から導いてくれ。86年の魂をアトランタのピッチに下ろしてくれ。アトランタに集結した3ライオンズ。決勝進出をかけた一戦だ。行けイングランド。後ろでチンタラ回してる場合じゃないぞ。最初から前へ出て前後半でしっかりゴールを奪い。そうしなきゃアルゼンチンにやられるぞ。頼むから自陣に戻すパスばかりしてもたもたするのはやめてくれ。アルゼンチンは何回イングランドの選手を掴んで引き倒したら気が済むんだよ。主審は MLS の審判で、相手には MLS でプレーしてる選手がいるのかよ。今回は1986年の悪名高い敗戦の借りをアルゼンチンに返す時だ。イングランドが3対1でアルゼンチンに勝つ。あのタックルはカードが出るべきだっただろ。はぐられてもカードすら出ない。辛抱強く戦え。最後まで信じ続けよう。アルゼンチンはこの試合に勝って決勝へ進む準備ができてるぞ。今日はあんまり苦しませないでくれよ。俺の美しいアルゼンチン。もうすでに苦しんでるんだから。強度の高い試合だけど行くぞアルゼンチン。お願いだからボールを持ってくれ。もっと動け。俺の命をかけて頼む。メッシ1点だけでいいから決めてくれ。ここまでは俺たちの方がいい。俺たちの方が速くて強くてチームとしても上だ。真っ向からぶつかれ。ただし挑発には絶対に乗るな。イングランドはいい位置でボールを受けられてるけど最後のところでもっと落ち着かないとダメだ。焦るな。必ずチャンスは来る。アルゼンチンは俺たちの選手をイラつかせて審判がカードを出す理由を作ろうとしてる。絶対に挑発に乗るな。こいつらは選手を引っ張ったり突き飛ばしたりしてる。もう11回もファールしてるのに審判はまるで気にしてない。アルゼンチンは反則ばかりでずっと汚いことをしてる。最低な連中だ。こいつら俺たちの選手を怪我させようとしてるだけじゃねえか。予想通りとんでもなく汚いプレーをしてるな。今のところ本当にひどい試合だ。アルゼンチンはパラグアイみたいな荒っぽい連中ばかりだ。嫌な予感がする。今夜ピッチで一番影響力を持つのが審判にならないことを祈るよ。
アルゼンチンには審判がついていて、これだけファウルしても許されるんだから公平な試合じゃない。これってフットボールだよな。ラグビーじゃないよな。アルゼンチンはラグビーをやってるのにイエローカードが1枚も出ない。私たちが見てるのはフットボールか、それとも WWE か。今夜歴史を作ろうぜ。3ライオンズの決勝進出を信じてるやつはどれだけいる？握手は終わった。ここからは一歩も譲らない戦いだ。あの笛を持ったやつ、シメオネが30分で5回もファウルしてるのにどうしてまだカードを出してないんだ。あいつが審判をするたびにひどいと思ってたけど、さすがにこれはふざけすぎだろ。ピックフォードはどうしていつもあんなにゴールラインから離れてるんだ。何度も頭上を抜かれてるのに全然学習しない。ゴールキーパーコーチは一体何を教えてるんだよ。また審判のせいでアルゼンチンとメッシに有利な試合になってる。本当に恥ずかしい。メッシには触れることすら許されないのかよ。ケインに全然ボールが入ってないじゃないか。さすがに荒すぎるだろう。アルゼンチンは相手選手とボールへ勢いよく突っ込んでボールを蹴り出すのだけはうまいな。メッシに触ったらカードが出ます。 FIFA の新ルールらしいな。わら。あの汚いファウルばかりの連中にも勝てるぞ。王者が来たぞ。行くぞアルゼンチン。連覇してタイトルを守るんだ。シメオネを下げてデパウルかアルマダを入れろ。もう限界だろ。アルゼンチンならできる。行くぞ。30分経ったけどいつ試合が爆発してもおかしくない。自陣で守ってボールを奪ったら必ず味方につないでくれ。相手に渡すな。アルゼンチンがボールを奪ったら毎回そのまま攻撃に出ろ。ここじゃ誰のことも恐れちゃいない。このまま行くぞファミリア。信じてるぞ。頼むからリオの最後のワールドカップのためにやってくれ。見てるだけでも疲れる試合。わかる。緊張感がすごいよね。シュートは2本ずつだけど見てて楽しいんだよね。じゃあ両サポーターのハーフタイムは何を思ってるか聞いていくよ。アルゼンチンの狙いはアンダーソンを退場させてメッシを自由にすることだ。ケインは疲れ切って見えるからワトキンスを入れろ。そうすればライスがキャプテンになってメッシを見られる。アンダーソンも自由に動ける。10人になるか失点する前にあのドイツ人監督が決断できるか見ものだな。私たちは勝てるぞ。汚い相手に対してよく冷静さを保っている。あとはボールを持った時にもう少し前向きになってケインとベリンガムにもっとボールを集めてくれ。行けイングランド。最後のエリアでのパスを正確にしないとダメだ。ボールを少し前に置きすぎて失う場面が多い。アルゼンチンに中盤で自由にボールを持たせすぎている。今のところ悪くない。高いテンポを維持してもっと頻繁にサイドを使ってくれ。スペンスは技術もキレもある。ベリンガムも必要な瞬間には必ず仕事をしてくれるはずだ。アルゼンチンの作戦は私たちをイラつかせて退場者を出させることだ。アンダーソンはすでにイエローをもらっていて審判も向こう寄りだ。絶対に冷静さを失うな。ここまでは悪くない。審判とも戦わされていることを忘れるな。それでも俺たちは勝てる。審判はしっかり試合を管理しろ。ファールはどちらのチームがやってもファールだ。私たちが冷静さを保てば必ずチャンスは作れる。アルゼンチンはかなり汚いプレーをしてる。挑発に乗らず絶対に冷静さを失うが。アルゼンチンは私たちを挑発してる。その罠に引っかかるな。落ち着いてここまで勝ち上がってきた自分たちのサッカーを続けろ。冷静さを保ちながらどんどん相手を追い詰めろ。汚い戦術には乗るな。そしてトロフィーを故郷へ持ち帰れ。イングランドは冷静さを保て。アルゼンチンの方を苛立たせて冷静さを失わせればいい。そこを利用するんだ。相手と同じレベルまで落ちるな。それこそアルゼンチンの狙いだ。サカならサイドからもっと浮き球のチャンスを作れると思う。リサンドロの高さを越すクロスが必要だ。スペンスにももっとボールを出せ。今日は素晴らしいプレーをしてる。前半は俺たちの方がいいチームだった。このままプレスを続ければゴールは必ず来る。私たちは勝者らしいプレーをしてる。あとは勝ち続けてゴールを決めるだけだ。野郎どもはあとは決めきるだけだ。シュートを打つために毎回ボックスへ入る必要はない。もっと早いタイミングでアルゼンチンのゴールを狙え。クロスを入れるか自分でボックスへ仕掛けない限り勝てないぞ。相手のサイドバックへ仕掛けろ。安全なプレーばかりするな。サイドの選手なら相手を抜いてクロスを入れるのが仕事だろ。後半はサカを使えるか。ロジャーズは何もできてないぞ。ゴードンとロジャーズを変えた方がいい。メッシは本当にピッチにいるのか。メッシメッシって騒いでるけどどこにいるんだよ。アルゼンチンはあんなに荒くてイエロー1枚。イングランドもイエロー1枚。完全にアルゼンチン寄りだろ。 VAR はメガネを作り直した方がいい。アルゼンチンは半分くらいカードをもらうべきだったのに
最初のイエローは俺たちだ。これはフットボールか、それとも戦争か。衝突が多すぎる。これはラグビーを見てるみたいだ。今日の試合は緊張感がありすぎる。延長戦まで付き合う必要はない。あいつらは PK 戦で勝つことしか狙ってない。その展開を与えるな。今のままでも悪くないけど、別の攻め方も使わなきゃダメだ。中央から攻めるのはかなり厳しいから、もっと両サイドを使え。そこが一番入りやすい。絶対にスペースを与えるな。イングランドは速くて機敏だから、こっちはチャンスを逃さず仕留めろ。シメオネに変えてラウタロを入れて、フリアンを右に回してシメオネがやっていた役割をさせたい。そうすればメッシへのマークも減らせる。熱くなるな。メッシだってファウルを受けても冷静さを失ってなかった。頭に血が上がったらミスをするだけだ。落ち着いてリラックスして戦え。自陣でボールを奪ったらちゃんと味方に渡してくれ。相手にプレゼントするな。アルゼンチンがボールを取り返したらそのまま攻撃に出ろ。ハーフタイムで必要な修正をしてくれ。相手のサイドバックに強くプレッシャーをかけて外へ追い出すような立ち位置を取れ。アルゼンチン、勝利を信じてくれ。焦らず我慢強く気迫を持って戦え。愛してるぞ。急いで攻撃しろ。考えすぎるな。行くぞ。俺たちならできる。何もできてないじゃん。フリアンは消えてるし、メッシには3人がついてる。これじゃ勝てないぞ。シメオネは3日も4日も外に出てなかった室内犬みたいだ。全部の木に小便をかけようとして全ての犬の匂いを嗅ごうとしてる。少し落ち着け。アルゼンチン、この野郎。0対0でも後半に3点ぶち込んで決勝へ行くぞ。スカロネータは絶対に止まらない。頼むからもう少し勇気のある右サイドバックをちゃんと探してくれ。前半は悪くなかった。ただ頼むからシュートを打ってくれ。もう少しで心臓が止まるところだった。アルゼンチン、お願いだからゴールを決めてくれ。今から勝つぞ。行くぞアルゼンチン。かわいそうにシメオネは相手に完全に振り回されてる。期待してたんだけどな。私たちならできる。勝つか。最後は殴り合いだ。ファウルするな。心でサッカーをしろ。喧嘩ばっかりじゃん。もう勘弁してくれ。ゴールが見たい。もちろん俺たちのゴールをな。王者たちよ、最後まで一緒だ。あと少しだぞアルゼンチン。両サポーター熱いね。じゃあ後半見ていくよ。控え組の選手たちは責任から逃げてる。ワールドカップで優勝したいなら自分から前に出て勝負しなきゃダメだ。もっと根性を見せてくれ。トロフィー以上のものがかかってる。これは私たちの国と国民の誇りをかけた戦いだ。もっとボールを持って俺たちのスピードを生かさないとダメだ。ちゃんとした決定機を作ってくれ。ベリンガムは後半もっとケインの近くでプレーする必要がある。ゴードン、なんで今のボールを頭で処理したんだよ。落ち着いて足元に収めろ。簡単にボールを渡してどうするんだ。この試合で後悔だけは残すな。ここからは全てを出し切れ。審判のカードは忘れろ。今こそ先制点を見つける時間だ。ここが伝説の生まれる場所だ。行けイングランド。最後まで攻め続けろ。お前たちならやれる。この後半で決着をつけよう。俺たちは勝ちたいんじゃない。メッシとアルゼンチンに負けてほしくないんだ。お願いだから公平に試合をさせてくれ。行けやロードもトロフィーを故郷へ持ち帰ろう。辛い試合だけど私たちならできる。もちろんできるぞ。行け。さあここからが本番だぞアルゼンチン。今になって俺たちを裏切るなよ。ベリンガムは文句ばっかりだな。ちょっと触れただけですぐファールを要求しやがる。バービー人形で遊んでるつもりかよ。行くぞアルゼンチン。また苦しみ始めてるけどな。こういう時こそいつもの俺たちらしく上がっていくぞアルゼンチン。アルゼンチンなら勝てるぞ。俺たちは絶対に勝つ。ここから45分で全てを決めるぞ。ゴードン最高だ。見たかアルゼンチン。これがイングランドだ。汚い奴らからフットボールを取り返すんだ。素晴らしいゴールだったし、スペンスの守備も見事だった。ゴードンもスペンスも最高だ。ゴードンが決めた。ワールドカップ準決勝でだぞ。信じられるか。ロジャーズの完璧なクロスからゴードンが見事に仕留めた。ロジャーズのクロスも素晴らしかった。ロジャーズのアシストだぞ。ゴードンのゴールで自信も一気に上がったはずだ。俺はゴードンのために叫びすぎて声が出なくなった。行けやロードも。今は決勝へ片足を突っ込んでる。前向きな気持ちを保とう。本当にフットボールが帰ってくるぞ。ゴードンはこの大会でアシストを重ねてきて、必要な時にとうとうゴールまで決めた。本当に素晴らしいぞ。イングランドにゴールを決められた。クソったれ。これが起きるのはこっちが一発でクロスを入れないからだ。イングランドは最初のチャンスで迷わずクロスを上げてきた。頼むからクロスを入れろよ。
モリーナだけ別の飛行機に乗せて帰らせろ。モリーナ、お前は本当にひどすぎる。この大会ずっとひどいプレーしかしてないだろ。何やってるんだよマジで。不吉な大統領のせいだ。仕事もしないでアメリカまでワールドカップを見に来やがって。モリーナを今すぐ下げろ。後半94分になってからじゃ遅いんだよ。ゴードン、素晴らしいゴールだ。でも今度は自陣のゴール前でボールを回すのをやめて、できるだけ遠くへ蹴り出してくれ。危険な場所で余計なパスをするな。一度落ち着いてもう一度ゴールを狙いに行け。プレッシャーを受け入れる必要はない。攻めなきゃいけないのはアルゼンチンなんだから、相手に合わせず追加点を奪いに行こう。イングランドはプレッシャーをかけ続けてあと2点取れ。1対0で守りに入るのが一番危険なんだ。このまま引くな。今から攻めろ。相手へ仕掛ければアルゼンチンは必ずファールをする。アルゼンチンのセンターバックにもっと仕掛けろ。なんで1点取っただけでサウスゲート以上に守備的になってるんだよ。もう守備に入り始めるのは早すぎる。守備モードに入ってるけど、安心するには最低でもあと1点必要だ。聞いて守るな。攻め続けた方が後ろの負担も減る。1点だけを守ろうとするな。それからケインを下げてくれ。今は何もできてない。守備に入ってどうするんだ。完全にプレーをやめてるじゃないか。このままなら絶対に追いつかれるぞ。もうアルゼンチンに押し込まれてる。何やってるんだよ。ピックフォードに救われたぞ。バスを止めるな。攻め続けろ。前半はアンダーソンがメッシを肝心に封じていたけど、後半はメッシにボールを持たせすぎてる。誰かがもっと厳しく張り付かないとダメだ。私たちは決勝まであと少しなんだ。頼むからここで台無しにするな。何でもかんでもメッシを探すのはもうやめろ。クソ。ラウタロをシメオネに変えて入れろ。モンティエルをモリーナに変えて、ニコ・ゴンサレスをタグリアフィコに変えろ。スカローニ、今すぐ動け。くそ、行くぞ。落ち込んでる場合じゃない。まだやれるぞこの野郎。行けー。スティーブ、今まで本当にありがとう。でももう全てを出し切ったように見える。それにクロスを入れられるたび守備がいつも開きすぎなんだよ。モリーナを使ったら絶対に負けるって言っただろ。あいつのところから確実に失点する。信じられないよ。モリーナを信じ続けろよ、スカローニ。とんでもない大バカ野郎だぞ。スカローニ、モリーナを使い続けろ。そのまま使い続ければいいよ。モリーナを動かせ。毎回やられてるじゃねえか。役立たず。スカローニ以外は全員モリーナがダメだって分かってる。くそ、頼むからゴールを決めてくれ。落ち込むな。まだやれるぞ。いけーアルゼンチン。もう守備を固め始めてるじゃないか。ゴールを決めた途端に自陣のボックス際まで引いて、アルゼンチンに何度も攻めさせてシュートまで打たせてる。もっとラインを上げてこの試合と勝利を自分たちで掴みに行け。完全に引いて相手へ試合を渡してる。交代もたった一人だけなんて正気とは思えない。ケインなんて試合から完全に消えてるぞ。みんな下がりすぎるな。ボールを持って相手を走らせろ。そして2点目を取りに行け。まだ喜ぶのは早い。1点のリードを守りながら安心するためにもう1点を狙え。試合はまだ終わってないぞ。守りに入り続けていたら遅かれ早かれ必ず失点するぞ。1点取ったのにこんなプレッシャーを自分たちから招く必要はないだろう。トゥーヘルにまだ守りきるには早すぎるって誰か伝えてくれ。これで一区切りだな。試合の流れを全く読めてない。クソみたいな交代だ。俺たちは負けてて敷いて守備を固める。相手から同点ゴールを奪わなきゃならない。一番のバカでも今日モリーナを使っちゃダメだって分かってただろう。スカローニ、ふざけんなよ。ワールドカップのトロフィーなんか知るか。もう全員帰れ。ゴールキーパーの正面に蹴るな。左右の隅を狙え。こいつは大したキーパーじゃない。ファーサイドへきちんと決めれば入るぞ。なんでカタール大会と同じ26人を連れてこなかったんだよ。今さらデパウルを入れて何になるんだ。攻撃の選手が足りないんだよ。ラウタロ・マルティネスとロチェルソを入れてくれ。さらにディフェンダーを増やすのかよ。私たちに必要なのはフォワードだ。ひどい交代ばっかりだ。クソ。スカローニ、もうお前の時代は終わったよ。交代が遅すぎる。失点してからじゃなくてその前に動かなきゃダメだろ。ようやく選手を入れたか。なんで最初からこのメンバーでやらなかったんだよ。ゴール。クソったれ。エンソ愛してるぞ。なんてゴラッソだ。エンソ愛してる。本当に愛してるぞ。俺は予言してたぞ。エンソだって。イングランドはなぜローブロックで守ってるんだ。監督たちが何を考えてるのか本当に理解できない。これだけ多くの試合を見てきたなら他のチームが犯したのと同じ失敗は避けると思うだろう。信じられない。これだけ才能のあるチームなのに2018年のクロアチア戦や
ユーロ決勝のイタリア戦でリードして守りに入った結果から何も学んでない。俺たちには相手を上回る力があったのに、先制した途端に自分たちからプレッシャーを招き入れた。トゥヘルのせいでチームが完全に壊れた。5バックへの変更を決めたやつは今すぐクビにしろ。相手にサイドで簡単に数的優位を作られてる。リードして勢いもあった互角の試合でどうして引いて守るんだ。攻撃の選手を入れようともせず、唯一の逃げ道だったゴードンまで下げやがった。リードしてから35分間も守ることだけを考えた結果がこれだ。そのまま攻め続けて勝ちに行けたのに、これじゃ土曜日の3位決定戦行きだ。33分間もバスを止めて、ピッチには6人のディフェンダーがいるのに、ボックスの外にいるエンソを誰一人捕まえられない。ショートコーナーを5回もやられてるのに一度も対応しなかった。私たちが自分から与えた失点だ。リードしたら少し下がるのはわかるけど、バーンリーみたいに11人全員をボールの後ろへ並べる必要があるのか。1対0でリードしてから守備の選手を大量に入れてただ待ってるだけ。失点してくださいと言ってるようなものだった。最初にゴードンを下げてコンサを入れたところからトゥヘルの交代は全部ひどい。あの失点はずっと前から予想できた。どうしてメッシたちに試合を支配させてあとは運任せにしたんだ。今は完全にアルゼンチンの流れだ。ゴールを決めてから30分以上も相手にボールを渡し続けたらこうなるに決まってるだろ。一体何を期待してたんだ。最高の守備は攻撃だ。エジプトの方が今のイングランドよりよほどアルゼンチンにうまく対応してたぞ。こんな守備的な戦い方をするから追いつかれた。サカはどこだよ。イングランドが自陣のボックス内で守ってるだけなのは誰の目にも明らかだった。リードしてから11人のゴールキーパーを並べるような戦い方で成功したチームなんて見たことない。先制した途端にバスを止めるからこうなる。アルゼンチンほど質の高いチームを相手に最初から馬鹿げた作戦だった。アルゼンチンが追いついたけど、ここでイングランドが引いてはいけない。立て直して勇気を持って攻め続けろ。一度は守備を突破できたんだからもう一度できる。この準決勝はまだ俺たちが勝てる。アルゼンチン人は絶対に死なない。今度は勝ち越しゴールを奪いに行け。知性を持って戦え、ムチャーチョス。延長戦に行かなきゃならないなら行けばいい。焦って無茶をするな。行くぞ。アルゼンチンが主イエス・キリストの栄光のために戦えるようみんなで祈ろう。イングランドのやつら完全にビビってるぞ。ボカサポーターから言わせてもらう。いつだって私たちを見捨てずにいてくれて本当にありがとう。ここからが本番だぞ。今になって俺たちを裏切るなよ。神様、アルゼンチンに敗北ではなく勝利をお与えください。アルゼンチンならできる。行くぞ。おい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 、またこの展開かよ。すごすぎだろ。またアディショナルタイムでの逆転だ。最高すぎる。エンソとラウタロ・マルティネスのゴラッソは見事すぎる。完全にサッカー教室だった。ディエゴ・マラドーナが運命を動かしてるぞ。2026年ワールドカップはアルゼンチンがいただく。イングランドが守備を立て直す前にアルゼンチンが勝ち越しゴールを奪った。この重圧の中で容赦なさすぎる。これが逆転のチームだ。神様、4つ目の星がやってくるぞ。こんなにひどい監督は人生で見たことがない。このチームを応援するのは苦痛すぎる。頭がおかしくなりそうなのに毎試合見なきゃいけない人たちはどんな気持ちなんだよ。イングランドはどうしてこんなひどい監督を選んだんだ。あまりにも早くバスを止めて完全な守備モードに入った。馬鹿げた戦術で4年間を投げ捨てやがった。ケインを90分も残すなんてどうかしてる。最後の30分は走ってないぞ。アルゼンチン相手に60分からバスを止めて創造性のある選手を下げてディフェンダーを入れるのが悪手だなんて誰でも予想できただろう。30分間も守りきろうとしたのが衝撃的だ。選手よりも完全に戦術のせいだ。トゥヘルは守備的になりすぎるのが早すぎた。前へ運ぶ手段が何もないまま自分たちからプレッシャーを招き入れた。サウスゲートをまた見てるみたいだ。弱くて情けなくてビビリな監督。ゴールを一つ決めただけでストライカーを全員下げたのか。ケインを使うのは10人で戦うようなものだ。大事な試合ではいつも何もできないのに最後まで下げないのはひどすぎる。1点だけで守りきれるとトゥヘルは本気で思ってたのか。あまりにも早く守りに入った結果だ。フットボールは故郷へ帰ってこない。メッシが2ゴールとも生み出してラウタロがアルゼンチンを決勝へ連れて行ったかもしれない。アルゼンチン代表、お前たちはサッカー界の王者だ。神様が味方ならどんな相手も怖くない。行くぞアルゼンチン。アルゼンチンは灰の中から蘇ってイングランドを倒しにかかってる。俺たちを終わった扱いした奴ら全員くたばれ。これが気迫だ。クソ野郎ども。行くぞこの野郎。こうやって勝つんだ。最高だ。これが逆転だ。
アルゼンチンの別名はカムバックだ。ゴール。泣け泣け、弱虫どもは敗退だ。イングランド、ざまあみろ。当然だろ、これこそ俺たちの根性だ。素晴らしいし、このゴールは当然の報いだ。よっしゃ、行くぞ行くぞ、お前ら愛してるぞ。アルゼンチンはもう一度世界王者になろうとしてるぞ。メッシーメッシー。エンソとラウタロ、なんてゴラッソだ。イングランドを完全に圧倒してるぞ。こんなに叫んだゴールはない。行くぞアルゼンチン、待ってろスペイン。選手たちには謝りたい。この敗戦は選手ではなく戦術のせいだ。トゥーヘル自身の言葉を借りるなら、もっと戦術的に優れた判断をするべきだった。この試合を落としたのは交代策だ。選手たちの責任じゃない。あの流れなら守備を固めるんじゃなく攻撃を続ける必要があった。アルゼンチンに延々とチャンスを与えてしまった。本当に今年こそ優勝できると思ってた。それでもライオンの心を持ったこのチームを誇りに思う。この大会を通して戦術的には素晴らしかったと思う。でも今日だけは納得できない。後半早々からディフェンダーを4人も入れてただ守るだけになった。後半は攻撃も逃げ道も何もなかった。どうしてあんなに早く守備的な戦い方へ変えたんだ？強い守備陣を相手に空中戦とフィジカル勝負で戦えるストライカーが必要だった。トニーをベンチに残したことが敗退の大きな理由だと思う。エジプトの失敗から何も学ばず先制した途端に守備へ切り替えるなんて選択肢になるはずがない。ましてや良い判断であるはずがない。敗退したこと以上に苦しいのは60分からバスを止めるという臆病な判断と耐えられないほどひどい交代策だ。トゥヘルは素晴らしい選手たちを台無しにした。ゴールを決めた後、どうして追加点を狙い続けないんだ。30分間も守り続けて何度も何度も自陣のゴールを攻撃させた。どうしてあれほど露骨に守備へ切り替えたんだ。最後まで攻め続けるべきだった。アルゼンチンにあれだけのチャンスを与える必要はなかった。イングランドが勝っていたのにライスとゴードンを下げて守備へ切り替えたのは意味不明だ。トゥヘルの最悪な判断が試合を落とした。先制してからボールをメッシへ渡して自由にプレーさせることがいい考えだとどうしてトゥヘルは思ったんだ。直近のアルゼンチン戦を見てなかったのか。どうして完全守備へ切り替えたんだ。手の届くところにあった勝利が逃げていった。残り20分で守りきる戦い方へ変えるなんて無理だ。攻撃を受け続ける展開を自分たちで招いた。トゥヘルの判断は間違ってた。残り35分でバスを止めるならそもそも何のためにサウスゲートを解任したんだ。結局トゥヘルも同じことをしてるじゃないか。誰がアルゼンチンを相手に60分間も守りきれると思ったんだよ。トゥーヘルの試合運びはひどすぎる。今すぐ解任しろ。トゥヘルは選手たちに謝罪するべきだ。俺たちにはイングランド人監督が必要だ。この国と代表を理解できるイングランド人監督が必要だ。準々決勝では選手たちを厳しく批判してたけど、今夜の試合後インタビューでトゥヘルが何を言うか楽しみだな。サカのような選手が必要だった。なのにどうしてゴードンを下げたんだ。アルゼンチンが誇るような勝利じゃない。イングランドのミスで勝っただけだ。それだけだ。敗戦を毎回誇りに変えて祝っている限り、イングランドは永遠に王者にはなれない。現実と向き合って本気のプロジェクトを始めるべきだ。この黄金世代にとってユーロ2028が最後の主要大会になるかもしれない。ペップを呼ばなければまた今日と同じ終わり方になるぞ。俺たちはこのワールドカップでイングランドを応援する時間を心から楽しんだ。準決勝まで連れてきてくれてありがとう。みんなのことを本当に誇りに思う。この大会でここまで勝ち進んだことを心から誇りに思う。勝っても負けても引き分けても私は永遠にイングランドだ。選手たちは全てを出し切った。素晴らしいフットボールと忘れられない時間を本当にありがとう。選手たちは国を誇らしくしてくれた。このワールドカップで成し遂げたことを心から誇りに思う。最後まで全力で戦ったスリーライオンズへたくさんの愛を送りたい。イングランドは決勝に進むべきチームだった。素晴らしいチームで素晴らしい闘志があった。今夜敗退する姿を見るのは本当に悲しい。本当に勝てるチャンスがあったからこそ悔しい。実力差で完敗したなら眠れたけど、今回は本当にあと少しだった。このチームがワールドカップで成し遂げたことを誇りに思う。素晴らしい夏をありがとう。私たちの時代は必ず来る。スターは決して輝きを失わない。胸を張れ野郎ども。2年後にはユーロを取って今度こそフットボールを故郷へ連れ帰ろう。どうやったらあんなゴラスを決められるんだよ、化け物め。1986年と同じアルゼンチン、2-1イングランド。でも今回は
とんでもない大逆転だ。このムチャーチョスたちを絶対に疑うな。誰が何を言おうと何十年に一度現れるかどうかの最高の代表だ。なんて貫禄だ。なんてチームだ。私たちは今まで一度だって誰かに何かをプレゼントしてもらったことなんかない。アルゼンチン人になりたいと頼んだわけじゃない。俺たちはその特権を与えられただけだ。お前たちを愛してる。試合開始から終了まで太鼓を鳴らして歌い続けたぞ。ありがとう、ありがとう、本当にありがとうアルゼンチン。俺はいつだってお前たちを信じる。お前たちと一緒なら不可能なことなんか何一つない。今まで経験させてもらったことが信じられない。君たちは私たちの英雄だ。本当に全てをありがとう。心の底から愛してる。エンソ、お前は本当に信じられない。俺たちが最も必要としている時に必ず現れてくれる世界最高のミッドフィールダーだ。アンチどもに何を言われてもお前たちを魂の底から愛してる。私たちを罵って憎しみをぶつけてきた連中はその悔しさを全部飲み込め。アルゼンチンを倒せると思ってたアンチども、今度はスペインのユニフォームに着替えるんだろ。次から次へと応援する国を変えて忙しいな。アルゼンチンが負けるところを見たかったやつら、そのまま泣き続けろ。他の国のサポーターになるってきっと退屈なんだろうな。私たちがアルゼンチン人であることをお前らには一生理解できない。この好機を理解しようとするな。ここに生まれなきゃこの誇りは感じられない。説明なんかできない。あるのは涙ととてつもない感動だけだ。日曜日、スペインを倒してメッシを神より上の存在にするんだ。この代表に何度心臓を止められかけたかもう数えきれない。次は最後の心臓発作を味わいに行くぞ。祝勝会は病院でやるから誰か迎えに来てくれ。ワールドカップ2大会連続の決勝進出だ。決勝へ行くぞこの野郎。この最高の選手たち全員に感謝だ。私のアルゼンチン行くぞ。まだ私たちは進み続ける。とんでもないチームだ。史上最高の代表だ。なんて心を持ったチームなんだ。くそ、行くぞアルゼンチン。もし別の人生があるならもう一度アルゼンチンに生まれたい。大きな夢まであと一歩だ。たくさんのものをありがとう。愛する代表よ。4つ目の星を取りに行くぞムチャーチョス。もし男の子が生まれたらエンソって名前にしよう。メッシ、あと1点決めて得点王も取れ。お前の経歴に足りないのはもうそれくらいだ。神様、アルゼンチン国民を祝福してくれ。スペインよ、ピッチでアルゼンチンを祝福するための準備はできているか。日曜日、アルゼンチンは世界王者を連覇する。すごい試合だったね。さすがワールドカップの準決勝だね。しかもあんなに激しいのに誰も怪我しないんだもん。本当だよね。前半はほぼ互角だったのに試合終了では結構差が出ちゃったね。守りに入ったっていうのもあるけど差が出ちゃったね。イングランドサポーターは守りに入ったことに怒ってる人多かったね。でも守りに入って同点だったり逆転されたらどうしたらいいの？イングランドは最後選手投入したけどクロス上手い選手も変えちゃったし、ちょっとあれはもう時間的にも反撃は厳しくなっちゃったね。じゃあ守りに入った時点で守りきらないといけないんだね。そうだね。というかすごい動画時間になっちゃった。2チームともやったから普通にいつもの2倍ぐらいの時間だね。果たして最初から今まで見てる人なんているんだろうか。いるのかな。あとちょっとでサッカーの前半見れちゃうよ。もしちゃんと見たって人いたらぜひチャンネル登録してください。確かにそういう人にチャンネル登録してほしいよね。今見てる人はチャンネル登録必須ですからね。あとコメントもしてね。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。ワールドカップがついに終わってしまう。ご視聴いただきありがとうございました。4年後は日本もここに残っててほしいな。ご視聴ありがとうございました。